さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんと濃厚で材料3つのチョコアイス、こちらをご紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ作っていきます。これ材料これだけなんですけど、まずチョコレートに生クリーム 70g だけちょっと分けます。はい、でこの残った生クリームはめちゃくちゃしっかり泡立てたいと思います。でこっちのチョコレートと生クリームにこれ練乳ですね、一気に入れちゃいます。でよくミルクチョコレートとかホワイトチョコレートのアイスとかも結構紹介してきたんですけど、これ練乳を入れることによってこれミルク分が結構強調されて滑らかなアイスができます。で練乳って実は冷凍しても固まらないんですね。なので途中で冷凍庫から出して混ぜたりするっていう作業もいらなくなるので必ず入れてください。これによって美味しくなると思います。でラップしてもらって600W のレンジで溶かしていきたいと思います。はい、レンジで温め終わりました。皆さんやけどしないように気をつけてください。はい、じゃあちょっと混ぜていきます。はい、これ今しっかり混ざったんですけど、なんかね分離とかしない状態、綺麗に滑らかな状態までしっかり混ぜてください。で今結構あったかいのでこの後残りの生クリームを泡立てていきます。先にこのクリームみたいな感じですね。ここまで準備お願いします。はい、残りの生クリームなんですけどしっかり泡立てたいと思います。さあ泡立ちました。これ見てください。もう全然動かない。なんかもうちょっと泡立ったらバターになっちゃうんじゃないかぐらいやってるんですけど、ここでしっかり泡立てておくとこうやってアイスを削ってスプーンとかですくおうとした時に綺麗にいくんですね。でこの泡立てが足りずに液体だとこうやってスプーンで取った時にガリガリみたいになっちゃいます。なので生クリームめちゃくちゃ大事なんです。これぐらいしっかり泡立てて準備しておいてください。生クリームとこれガナッシュです。これをこっちに入れていきます。はい、今入った状態ですね。そしたらもうこれ何も気にせず生クリームとこのチョコレートを混ぜてくれれば大丈夫です。はい、今これ綺麗に混ざったんですけど、今ねこうやってゴムベラで入れたんですけど、もし生クリームを泡立てた後にすぐ合わせるんだったらそのハンドミキサーで2つ混ぜてハンドミキサーでガーってやってもこんなような感じにできるので、それの方が簡単だと思います。じゃあこれちょっと容器に流していきます。さあ流し終わったらラップをしてもらって冷凍庫に入れて完全に固めてください。途中で混ぜる必要ないので固まるまで入れといてください。さあこれ完全に固まってる状態です。これをスプーンとかですくってお皿に飾っていきたいと思います。はい、じゃあこれ固まったやつ抜いていきたいと思います。今日はねこのザ・アイスクリームのディッシャーっていうんですけど、これでやっていきます。さあできました。いい感じです。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。もうめちゃくちゃ美味しそうですよ。やばいですよこれ。濃厚。あそこのアイスに似てるね。うまいね。やっぱうまいわこれ。さあこれポイントのおさらいですね。もうポイントは1個2個かな。チョコレートなんですけど植物油脂が入ってるチョコは使わないでください。今回結構濃厚に仕上げてるんですよ。アイスにちょっと似てる味なんですけどすごい濃厚に作ってます。でそこに植物油脂が入るとちょっとね濃厚なんですけど、なんかこう口どけ悪いんでなんか甘ったるく感じちゃうんですよ。でそれが入らないチョコだと濃厚なんですけどスッとなくなるような味わいになるのでぜひそこは守ってください。あともう1個、作ってる時にチョコレートチンしたじゃないですか。で万が一こうやって混ぜて分離してしまったら生クリーム残ったやつは泡立てたいんで分離しちゃったら牛乳かお水を温めなくていいんでちょっと入れて混ぜてください。そうすると分離がなくなるので分離した状態のままやるっていうことだけを避ければ綺麗にできると思います。今回も最後までありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいですよ。絶対やってくださいね。今回の動画見たらコメントチャンネル登録ぜひお願いいたします。
また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。